さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、いちごの断面を生かしためちゃくちゃ可愛く仕上がるホワイトチョコムースを紹介します。これね、最後まで見てください。口どけを良くする方法全部紹介しますので、ぜひ作れるようになってください。では、やっていきましょう。お願いします。はい、じゃあまずはホワイトチョコレートのムースの材料の紹介です。これホワイトチョコレートと、隣がちっちゃいやつがこれ牛乳ですね。これと生クリームはこれ 35% 今日用意してます。あとは、手前いちごと、透明なやつゼラチンですね。これは水でふやかして作っていきたいと思います。はい、これホワイトチョコムースのコーティング用の、チョコレートクリームですね。材料はですね、これホワイトチョコレートと、隣が、グラニュー糖、その横が牛乳です。で下が、板ゼラチンと、隣が水飴。あとその隣はミロワールって言って、こうなんかナパージュってよく言われるやつですね。これで作っていきます。はい、じゃあまず、板ゼラチンですね。これ板の状態で売ってるやつなんですけど、これはたっぷりの氷水に入れてふやかします。多分ね、10分ぐらいふやかすのに時間かかるんで、作るのに最初にやってください。水じゃなくて必ず氷水でやってくださいね。溶けちゃうんで。で、レシピのホワイトチョコレートは 600W のレンジで30秒ぐらいを何回か繰り返して、ゆっくりゆっくり溶かしておいてください。はい、じゃあこの鍋に、それ以外の材料をですね、少しずつ加えていきます。まずこれ牛乳、グラニュー糖、あとこれ水飴ですね。で、これを火にかけていきます。ちょっと周りが沸いてきてるんですけど、このやりたいのは、この水飴と砂糖をしっかり溶かしてあげて、滑らかな状態にします。そこにゼラチンを加えるっていうやり方ですね。なので沸かしたいっていうよりかは砂糖をしっかり溶かしてあげる。もうだいぶ溶けてきてるんで、一回軽く沸騰させます。はい。こんな状態になったら火止めます。はい、この沸いた液体をチョコレートに一気に注いじゃいます。はい、これ氷水でふやかしておいたゼラチンを、この後ちょっとこう水がポタポタしてるんで、一回ちゃんとこう水気をしっかりと水気を取っても全然こう大丈夫なので、これをこのさっきのあったかい方に入れます。で、残りの材料のこれですね、ミロワールナパージュですね。これも一緒に入れてしまいます。はい、これすべての材料が混ざった状態で混ぜます。はい、これ混ざった状態です。これを一旦冷蔵庫で、冷やしてストックというか取っておきます。で、最後ムースの上にこれをかけるとすごいツヤツヤになるので、これで仕上げていきます。一旦これで完成です。はい、じゃあ続いてチョコレートムースを作ります。さっきと一緒でゼラチンは氷水に入れときますね。で材料のホワイトチョコレートこれも一緒で、レンジで 600W で30秒を何回かで温めて溶かしておきます。あと、これちょっと今日牛乳を入れたレシピなんですけど、牛乳の量がすごい少ないので、これも鍋でやるとどんどん揮発していっちゃうので、これはラップして、これもレンジで温めます。はい、これレンジで溶かしたホワイトチョコですね。これしっかり溶かしておいてくださいね。で、これ牛乳今、熱々の状態です。で、ゼラチンは、ふやかしておいたやつですね。これさっきと一緒で、水分をちゃんと切ってあげて、で、これチョコレートに入れてもいいんですけど、今日はこの牛乳が今すごい熱々なんで、ここに入れてゼラチンをちゃんと完全に溶かす。で、このゼラチンが入った牛乳をここに半分ぐらいかな入れてあげる。そうするとこうやって混ざってくるのかな。一気に入れずに、まずしっかりこう牛乳って水分もちょっと油分あるけど水分なんで、まずホワイトチョコレートとなじませてあげる。じゃあ今日牛乳なのっていつも生クリームでやってるんだけど、牛乳で作る理由はホワイトチョコってすごい甘いしミルク分が強いんで、牛
牛乳にしてます。その方が軽くできるんで。これ残りの牛乳を全部入れます。で、この時にホワイトチョコレートが溶けてないと、牛乳で溶けきるかわからないんで、温度がちょっと下がっちゃうんで、ホワイトチョコレートは絶対完全に溶かしてくださいね。ホワイトチョコの今回量が多いので。もちろん生クリームじゃなく、牛乳じゃなくて生クリームでもできます。完全に溶けてる状態。これでちょっと一旦置いときます。この後生クリームを泡立てて、このホワイトチョコレートのベースに混ぜていくと、もうムースの完成です。じゃあこれ最後生クリームですね。これ泡立てていきます。はい、これぐらいのちょっと柔らかいぐらい、これぐらいで合わせていきます。はい、その後今日ですね、使う型なんですけど、今日こういうシリコンの型を使います。焼いても冷凍してもできるやつですね。この型を使っていきます。で、ムースを合わせる前に中にイチゴを入れるので、このイチゴのヘタだけ取っておきます。じゃあ準備万端なので、ここから合わせていきます。これさっきの、チョコレートと牛乳ですね。これ生クリーム。で、これすごいポイント、滑らかにムースを作るポイントなんですけど、一応ちょっと温度を測ると、これ今ね、30度、29度、30度ぐらいです。で、生クリームは、泡立ってたので、今18度とか17度ぐらいなんですね。この温度帯で合わせていくと、すごい滑らかな状態になります。じゃあちょっとやっていきますね。こっちのチョコの方に生クリームを入れていきます。ちょっと今半分ぐらい。ちょっと伸ばす感じかな。で、残りの生を入れていきます。で、これポイントは、もうここでホイッパーは外して、ゴムベラで混ぜていきます。この下に重たいチョコレートがたまるんで、こうやって。ちょっとね、白と白と混ぜてるんで、分かりづらいかもしれないんだけど、こんな感じ。今これね、合わせると、だいたい23度ぐらいになってます。これすごいいい状態です。で、ガナッシュがすごい熱いと、もっとシャバシャバの液体になっちゃうんですけど、これぐらい。これを型に流していきます。じゃあ、この型にムースを流していきます。今日はこういった100円ショップでも売ってる使い捨ての絞り袋を使っていきます。今、型の8分目ぐらいまで流していて、で、ここにイチゴを入れていきます。で、隙間に残りのムースを流していきます。はい、これで冷凍庫に入れて固めていきます。はい、これ冷凍してたやつですね。もうカチカチです。これを外して網の上に並べて、で、ホワイトクリームかけていきます。はい、じゃあ、ホワイトクリームかけていきます。はい、最後これ金箔つけてデコレーションしていきます。さあ、ありがとうございます。最後までどうでしたか？今日ちょっとポイントのおさらいですね。ホワイトチョコレートムースの生クリームと、チョコのベースガナッシュを合わせる温度、これを間違えなければめちゃくちゃ口どけの良いホワイトチョコムースができますので、ぜひやってみてください。あと、いちごをちゃんとまっすぐこう縦に入れてあげることによって、もうめちゃくちゃ可愛い断面のケーキできますんで、皆さんこれすごい簡単です。ぜひやってみてください。チャンネル登録といいね、必ずお願いします。また皆さんに会えるのを楽しみにしてます。また会いましょう。さよなら。